たたたたた。かっけー。あっちゃん楽しみにしてますか？なんだこれ。驚くことがコヨーテ？これは知らなかったな。スティーブは大丈夫って。犬の正面の匂いがどう？あっちゃんいい？いろんなカスタム見てきた中ではこれが一番だと思います。頭おかしくなったことまずはありません。最高。俺のラプター大好き。皆さんおはようございます。スティーブ的視点のスティーブです。今日はですね、やっとですね、スティーブの新興車っていうんですかね。新しい車じゃないですよ。中古車なんですけど、今日届きますので今から取りに行きます。コロラドから3日間かけてロスに、向かってきたトラックなんですけど、うちの近くまでね来てくれるっていうことはね、運転手に言われたんですけど、待てなくてね、我慢できなくて、とにかくもうちょっとね、ノースハリウッドじゃないですよ。今車取りに行こうとしています。めっちゃもうドキドキワクワク、もう楽しみにしていますね。ところで一緒に、見に行こうとしているのはキッドは真面目なんで運転しているし、ほらこういう真面目な顔しかしないキッド。あっちゃんおはよう。あっちゃん楽しみにしてますか？トラック見るの今の若い子がね、変に真面目だよね。ほら映画笑いたいんだけど絶対笑わないタイプ。あんまりねうちの子は出さないんだけど、少しずつもう19歳だし、子供じゃないし、車好きだし、車運転もほら見て、あっちゃんのダウンシフトはもう一回こういう運転の仕方誰が教えたんだろう。ああ、とりあえずもうトラックもうすぐ見れるのでいいね。やっぱりね探すのは楽しかったし、やっとね欲しいものが出てきて交渉して買って、すごいいい営業マン、コロラドのね彼はねジョーダンさん、すごいいい人だったんで大変お世話になった。トラックはここにあるはずなんで、どこなんだろう。あったほらやっと届きましたね。あっちゃんね、嬉しいね。サムズアップ、あっちゃんからねサムズアップがねもらいました。珍しい。コロラドから何マイルかな、1500マイルぐらいのね距離なんで、このトラックで来ました。やっと来た。 Welcome to Los Angeles, my friend. Yeah. 俺のトラックです。まだ下ろすのに時間がかかりそうですよね。かっけー。どうですか？最近アメリカの大型トラックって残念ながらアメ車より、アメ車がほとんどなんだけどな。でもボルボが多いな最近。ボルボはヨーロッパのスウェーデンでしたっけ？日本にもヨーロッパにもあるんだけど、アメリカで最近ねものすごく多いんだよね。もしかしてこのトラックオートバなのかな。昔はね18速とかのトラックが多かったんだよね。よりもねデザインが随分変わった。ほら埋め込みのこういうライトがもう外に出てる、昔のケンワスとかピーターベルトと違うんだよね。あとミラーを見て、ここにもミラーがある、上にもミラーがある。言って悪いんだけど、やっぱりケンワスとピーターベルトだよね。かっこいいトラックは。俺のラプターの後ろを見て、1968年、69年、70年前後のブロンコですね。もうブロンコってめったに見ない。これも程度がまあのやつなんだけど、これからどこに行くんだろうね、この車はね。どこからどこまでっていうのもまた面白いし、このトラックとりあえずなんかジョージアナンバー、東海岸の南部の方からもうアメリカ全国を回ってやっとロサンゼルスに着きました。早く降ろしてほしいな。旧車の積載がまた面白いんだよ。危ないっていうか、アメリカでは車検とかがないからサイドブレーキは効かない場合もある。エンジンがバッテリー上がっちゃったりとかかからない時もある。ほらバッテリーが弱いんだよ、かかんないんだよな。かかんなさそう。聞いて、これ旧車の難しさなんだよね。エンジンが今かかってもかかんなくても下ろすには問題はないんだよね。
クラッチを押してこうそのままローリングでいけるんだけど、また乗せなきゃいけないんだよな。大変。ほら言ったようにエンジンがかかんないとこういう下ろし方しかない。下ろしてからまたエンジンかけて乗せるのはあれなんだよね。見て、かっけえ。下ろしてからエンジンがかかるのはまた面白いよな。かっけー。初めて生で見てるよ。トラックまだ見たことありません、一度も。かっけー。どうあーちゃん、いいいい。 Oh, yours, man. Appreciate it, my friend. Thank you. Alright, be safe going back to Atlanta, man. All right now. Take it easy. ジョンさん、親切だね。じゃあトラック見てみようか。ここにアンテナを中に入れてくれたんで。ほら、これは知らなかったな。なんだこれは。これは知らなかったよ。これ一言言わないとな。テープが貼ってあることはこれはダメだな。ちょっとこれは知りたかったな。ジョーダンさん、なんで言わないの。アンテナつけよう。このラプターにした理由がいくつかあります。あとゆっくり説明するんだけれども、驚くことが多分皆さん、特に日本人の方にとってアメリカ人でも驚くかもしれないんだけど、なんだこれ、犬がいたかな。すんごい犬の毛、匂いも犬の匂い、犬がいたんだよな、この人はね。もうちょっとな、掃除してほしかったな。ほらジョーダン君、ほら毛がすげえぞ。犬の匂いがちょっとすごいぞ。犬の正面の匂いがクリーニングが必要だな。まあ中古車なんだけれど、このトラックのね変わったところが走行距離です。何の匂い？犬の匂い。トラックはこのラプターは2013年式フル装備、オプションがほとんど全てがついてますね。一つだけがないのかな。そう、ステッカーキットというか横にあるステッカーがついてないんだけど、ワンオーナーのトラックです。しかしそのワンオーナーの方がよく使ってましたよね。大事に乗ってきたんだけれども、なんと30万キロ以上のトラック買っちゃいましたよ。スティーブは大丈夫って30万キロ。そうです、30万キロ超えるのかな。スティーブは大丈夫。スティーブはそういうトラック大丈夫。大丈夫です、全然大丈夫です。全く問題ないです。頭おかしくなったことまずはありません。こういうトラックがちょうどいいです。なぜかというと、これいじりやすい。何をしても別にね壊すことはないし、ちゃんと整備されてきたトラックなので全く問題はないと思います。19万マイル30万キロのトラックはこれから楽しみですね。磨きたいよね。フィールとタイヤがやっぱり変えないとな。もっとかっこいいごっついタイヤとフィールに。ランニングボードはこれ仕方ないんで古いから、マッドフラップがついてるね。この色もなかなかいいでしょ。ミリタリーっぽくてね、かっけえ。これがちょっと割れてるのは知ってた。あとこれも割れてるのは知ってました。ちゃんとディーラーに言われたので、俺はこれでこのままでいいです。どうせこれねテールランプを変えるからな。それとこの上にあるやつがあんまりなんていうかな、あんまりいいとは思わないんだけど、この前のオーナーがハンティングとかキャンピングとかしていたのかな。何これわー、何これ面白いもの発見。血がついてる。血がついてる。ハンティングしていたんじゃないの。殺人じゃなければいいんだけどなこれ見て、随分の DIY ですよね。これは驚くほどの DIY ですね。ベッドライトがああいう風につけてワイヤー通して、こういう DIY ってマジ初めて見た。これちょっと待って、もう悪いけど人にはこれはカスタムは今までいろんなカスタム見てきた中ではこれが多分一番だと思います。間違いない一番のカスタムですね。ほらでも30万キロ以上走ってるトラックの割には程度がいいですよ。もちろん細かいちょっとオフロードとかすると細かい傷とかもあるんだけど、ちょっと犬臭いかもしれないんだけど、何犬だったのかな。コヨーテ？見てこの毛、シェパードの毛かな。よく洗わなかったね。そう、これはちょっとねディーラーに一言言わないと
掃除機もさかけてないんだよな。ジョーダン君もうちょっとね綺麗にすること、中の匂いはね、犬の臭いのはね取ることがよりいいサービスになったかもしれないな。とにかく乗って帰ろっか。子供みたいよね、スティーブはね。もうクリスマスの朝起きてプレゼント、サンタからプレゼントが届いたってような感じですよね。いいな、新だったわ。運転しやすいよね、このトラックは。大きいのにマフラー買いたいな。音が欲しいよな。パワーがあるんだけどちょっと重い感じはするので、やっぱりマフラーとインテーキだな、必要。でもスムーズだよ。カーショッピングは楽しいんだけど、車買ってからの方が楽しいのかな。これからいじること、きれいにすることなどなどのことはすごい楽しみにしてます。皆さんどういう改造していけばいいのかご意見残してね。スティーブの新しい30万キロを超えるトラックに最初何すればいいのか、捨ててって言わないでね廃車にしてって言わないでね。これからですからね、大事にしなきゃいけないよ。2オーナーになりました。とりあえずフォードラプターが決まって届いて、スティーブトラックがこれからの楽しみです。